こんにちは。スクラップブックカフェへようこそ。ハワイと日本2拠点生活を送るさすらいのクラフターポールです。今回新しい企画を考えました。10年前にも一度やったスクラップブックのページを100枚作ってみるというチャレンジ。前回の70枚を超えて今回は100枚目指したいと思います。まずはじめに作品のトピックを考えよう。写真から始める。ペーパーから始める。スタンプから始める。何か一つこれを使おうっていうものを決める。どうしてその写真を使おうと思ったの？どんなストーリーがその写真に隠されてる？そのストーリーをどう表現する？こんなことを考えてページを作ってみよう。それでは1枚目のスタートです。まずこの写真を選んだ Y は、この日はめっちゃいい日だった。これです。この日の幸せをページに閉じ込めたくて、この時の写真を2枚選びました。次にこの写真をどうやって表現しようかなって考えた時、ここのレストラン、屋外のテラス席に人工の木が生えていて、開放的でとっても素敵だったの。その時にこのスタンプを思い出しました。だからペーパーは自然を意識して緑をポイントに選んでみました。これは Into the Wild っていうペーパーコレクション。この使いかけのペーパーを使ってページを作っていこうと思います。今日使うペーパーはこちらの余り物。まずはこのちびちゃんたちを使って作れるかなって考える。皆さんはお家に眠っているお宝を掘り出してみてね。これね、日記のように100枚のスクラップブックページを作っていくってこと。最初は作れる範囲で長距離ランナーのように進めていこう。初めからプレッシャーは禁物だよ。レイアウトは縦の線と横の線を入れる。これ一番簡単なレイアウト。私がスクラップブックを始めた頃によく使ったんだよ。皆さんも困ったら試してみて。今回のレイアウトはこんな感じ。どう？簡単でしょ？そうなの。レイアウトは縦のラインと横のラインの組み合わせ。これを押さえておけばほぼほぼ OK。あとは写真を入れて飾り付けて遊びたいから、まずはレイアウトはシンプルな方がいいの。スタンプ飾り。このページにはどうしてもこのランプが入れたかったの。このレストラン、お友達から教えてもらったんだけど、とっても素敵な雰囲気で気に入ったから家族で行ってみたのね。このランプのスタンプは自然に囲まれた写真にぴったりだと思った。ずっと持っていて、いつか使おうってなかなか出番がなかったけど、やっと使うことができました。スタンプって可愛いと思ってついつい買っちゃうんだけど、その後にも可愛いものがどんどん出てきて、使ってないまま待機してるスタンプがいっぱいある。あなたはどう？スタンプは個性が出るから楽しいよね。あとは写真を入れるとページはほぼほぼ完成なんだけど、ここにこだわりの木を入れたかったの。20年後にこのページを見た時に、そうそう、あそこ木が生えてたよねっていうヒントになるような飾りを入れてあげる。これがスクラップブックの飾り付けの面白いところだよね。あとはこのページのタイトルも入れてあげると、パッと見てどんなページかわかる。
絵画にもタイトルはあるでしょ。意外と大切なんだけど、ページ作りをしてるとついつい作るのが楽しくって忘れがちになるタイトルやジャーナリング。これについては今度ゆっくり話すね。タイトルの他にもジャーナルは隠れジャーナルっていう手がある。ジャーナルを入れるスペースがなくなった時は写真の中に隠しちゃう。私もよくこうやってタグ状にして写真からはみ出せて見せたりするよ。ここからスタンプ初めてさんのためにスタンプワークをご紹介するね。この後色付けもするので、よかったら最後までお付き合いください。まずスタンプは優しくシートから剥がして専用の透明なブロックに貼っていくよ。スタンプってステッカーと違っていくら押してもなくならない。ここがいいよね。あと最近では色付け、塗り絵を楽しむことが多いかな。このスタンプも後で色鉛筆で色をつけるよ。このクリアスタンプ、今はいろんな会社のものが出てるから、自分の気に入ったメーカーや手に入りやすいものを試してみてね。あとスタンプってインクも必要なんだよね。一度に揃えるのは大変だから少しずつ揃えていくのも楽しいかもしれない。まず持っておきたいのが黒とか濃いグレーとか、その次にカラーだとピンクとか緑、黄色とか、持ってるスタンプに使う色を揃えていくようにするといいかもね。ここでは濃いグレーとオレンジ系のスタンプインクを使ってるよ。ただあまり目立たない場合は色鉛筆とかアルコールマーカーとかで色をつけちゃうこともある。スタンプの色付けは今回は色鉛筆を使ってみようかな。これね、面白いの。色鉛筆なのに重ね塗りができるんだよ。あとアルコールマーカーのように透明なアルコールをつけると色が自然に馴染んでいくの。今度紹介するね。色はこのランプの中を火が灯っているように塗ってみる。黄色とオレンジ。色付けはだいたい2色ぐらいを使うとグラデーションができて綺麗だよね。さあ、こうやって色を塗ったら今度はハサミを使ってカットしてみよう。この頃は芯カットなんてなかったからすべてハサミで手切りをしてたんだよ。またはクリカットのマシンと連動しているスタンプなんかはマシンを使ってカットしていました。懐かしいね。このスタンプ知ってる人いるかな。製造が2013年って書いてある。随分と熟成させてしまったものだよね。でも可愛いからいつか絶対使おうと思ってたんだ。ほんと使える機会ができてよかった。お家に眠っているスタンプ、うちにもたくさんあるよっていう人、ぜひまたこうやって使ってみてね。さあ、スタンプワークどうでしたか？楽しそうだね。私もやってみたいな。私もできるかもって思ってもらえると嬉しいです。あと余分に作ったスタンプでこんなカードも作ってみました。かわいいでしょ？スタンプって持ってるといろいろ使えるからクラフトの時間が楽しくなるよ。最後までご覧くださりありがとうございました。このシリーズではスクラップブックのページ100枚に挑戦します。
日々の出来事や大切な思い出を素敵な1ページに残しましょう。毎回楽しいスタンプワークもご紹介します。毎週1枚のスクラップブックのページをよかったらお家で一緒に作ってみませんか？週ごとにページを増やして素敵なアルバムを完成させましょう。今日のビデオを気に入ったらぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた来週お会いしましょう。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.